盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは太い枝を下げるという、やり方をご説明していこうかと思います。太い枝をね下げるのはその針金を巻いてただ単にこう針金の力で下げるっていうのはね結構難しくなってくるんですよね。その太いっていうのはどれぐらいの太さかにもよるんですけども、今日この隣にある黒松のちょっと分かりにくいですけどこの子、今僕の手の周りにあるこの子がちょっと上がりすぎてるんで、それを下げるということになります。他にもね、徹底的にやりだしたら全ての枝結構どれも太いんで、下げた方がいいんですけど、ちょっと向き変えて、よいしょ。さっき正面からこれ横からこの枝をぐっとね下げようと思います。で手でそれは押したらねこうぐっとある程度いきますけども、何もしなかったらやっぱりパキンとかねミシとかね多分そういう音をしながら折れて、で最終的には枯れるみたいなことが起こりうるので、それを安全に下げていくためにはどういうふうにするかという、それも今回はもうかなりねオーソドックスなもうシンプルなやり方だけのご紹介、いろんなね枝の咲き方ってねいろいろあるんですけど、割とシンプルなやり方でやっていこうかなと思います。はい、では実際作業に移っていきます。でまず最初にするのはこれ今バケツにね漬け込んでおいたこれラフィアっていうんですけど、これがその枝を下げる時に裂けないためにする保護剤ですね。これ多分木の皮だと思うんですよ。はい、これをじゃあちょっとやってみますね。早速説明しながら何本かねこれちゃんときれいに絡まらずに取れたらいいんだけどちょっと微妙な感じがあるな。うまく取れるかな。よいしょ。少々お待ちを。これをよいしょ。きれいにね揃えてこう何本ぐらいいきましょうかね。今4本持ってるんです。4本ぐらいかな。これぐらいで、これをまずその曲げたい箇所中心に巻いていきます。でまずその巻き方なんですけども、こう幹にねこうしっかりこう通して、で片方を最後に結ばないといけないんで芯になるのを一つ決めます。でその後にこれを押さえながら、これね裂けないためにするので単にぐるぐる巻きじゃないんですよ。思いっきりしかも隙間なくしっかり巻いていきます。これが弱いとね結局裂ける原因になりますんで、しっかりとギュッとねもう力いっぱいやってください。これね途中で足りなくなったってなったらねまたちょっとさっきのように4本ぐらい束にして、はい、ありがとうございました。でこの
さっきの少なくなった方の下にね新しいのを滑り込ましてで外れないようにちょっと交差させて軽くねこれまあちょっと今分かりにくかったと思うんですけど結局後で巻き込むんでこう外ビロビロっとしたのは治っていきますしまあどうにか止まってたらいいというぐらいこれは最後に今左手に持ってるのは最後祝えるような芯ですけどねこれがごっちゃにならんようにまあ曲げる箇所だけ負けれたらいいんですけどあえてさっきは継ぎ足しをどうするかという動画にしたかったのでやりました。まあでもある程度はこうやってね余裕を持って巻いてる方が安全ですね。よいしょ。これはもう今ここまで巻く必要ないんですけどまあまあラフィアが余ってるのでやってるだけでよいしょ。で最後は最初のと最初死んだと言っていたのともう普通に止まるように祝えるだけです。もう団子結びでええと思いますね。はいではラフィアがね巻けましたので次は針金を巻いていきます。でこの針金はね今回器具を使って曲げていくんですけども、針金で下げるというよりかはこの針金一応ラフィアに似たような意味合いが強いかなと、下げていく時に裂けたり折れたりするのを多少防いだりとか、あとはこの針金ちょっと太めの針金ですけども、巻いた先の方のね枝もありますんでその辺に対しての模様付けだったりとか、そういう意味合いで針金巻いていきます。この針金があるからより下がるという感じではないかなとは思います。じゃあ実際巻いていきます。針金はおさらいですけど基本2本の枝に1本の針金というのが基本です。でまずこの先がちょっといこうか何もついてない方の何もついてないこの切れ端の方を1回か2回ちょっと巻いておいてその隙に違う方の枝にこれもあんまりねバネとかねコイルのようにねぐるぐるいっぱい針金巻くよりかはこう螺旋にねきれいに巻いていきましょう。でこれせっかくこっち巻くんでねこの針金がいい効果が出る場所までね巻いておきましょう。あんまり先の先まではこの太い針金は使えないんである程度のとこでよいしょ。でこっちの実際曲げていくごめんなさいよいしょ、ここまででいいか。これ下向きはあんま良くないのでちょいこれぐらいにしとこう。実際一番大事なのはこの辺でやっぱ下げるっていう効果よりかどっちか言ったらこの枝に対してねもう片方の枝の方が、効果がありそうなぐらい、これ実際ねもう片方の枝もね案が上がってるんでね本当はいろんなとこラフィアを巻いていっぱいしてからこうやって針金かけていく方が実際は良かったかもしれません。今日はこの枝だけ今
ラフィア巻いた間だけ下げていくんで、そういう感じで、はい。じゃあ今ラフィアを巻いて針金巻いて、次はね誘引するというか、その止める用の針金をしていくんですけども、針金だけでね止めていってもいいんですが、枝とか生きてる部分にそのきついねその細めの針金をギュッと締め込ませるっていうのも、木にはあんまり良くないので、そういうところにはこうやってね水かけ用のホースとか、これうちの結構頑丈なホースなんですけど、何でもいいです。ゴムとかね、ゴムがいいか。でこういうのを例えば切ってね、輪っかで切って、でこんな感じでね、はい、でこれでこの枝のところにちょうどもともとが丸いんで、そのままこの辺こうかな、こうやってカポッとはめて、ちょっとこれ緑色が目立ちますけど、作業途中なんでもうしょうがないということにしときましょう。ゴムね、目立たない黒っぽいゴムをお持ちの方、そんなん使われてもいいかもしれません。でここに後で針金が当たってきます。でこっちの枝の保護は今できました。でその次に下の方、この針金をねこう引っ張ってくるんですけど、この根っこ強そうなんで、これに行ってみようかなと思ってます。この辺か、このあえて置いてた枯れ枝でも枯れ枝なんで、この枝が曲がるほどのストレスをかけると、せっかくこう下げてるのこれがパキンって折れたらもうそこで終わりなので、この、根がなかったらねいろんな方法あるんです。鉢の下に針金、ごっつい太い硬い針金通して、それとここを引っ張るとかね、いろいろあるんですけど、根があれば、はい、まずこの引っ張る針金なんですけども、これ銅線です。鉄線でもええんですけど、アルミ線はちょっと柔らかくてね効きが悪いかなと思います。銅線のこれ枝によって太さは全然変わってきます。はい、で銅線とか鉄線だったら割と細めでもいけやすいです。で鉄線はちょっとね硬すぎてね後々の作業でねやりにくいんで、銅線ぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。はい、でこれをまずそうだな、ここをまず通すんですけど、ここにね針金をこう通したいんです。下にだからこう入り口をちょっとこういう、これ目打ちっていうんですかね、これ針のようなね、これでちょっと通路を作ってあげます。はい、十分な通路確保できたとなったらば、これもね針金でねこう今通路作ったんで通るんですよ。こうやってね通ってこう上で縛るんですけど、これも直接針金が根に当たると食い込んでいくんでちょっと嫌だなと。でそういう時にはこれ網戸を留める用のゴム、ホームセンターとかで売ってるんですけど、うちではこれ使ってます。中穴が開いてるんで、はい、ここに針金を通します。ちょっと余裕持って長めに切っとこうかな。はい、これを通して、よいしょよいしょよいしょ。で最終的にはねここに当たるようにしないといけないんで、ちょっと奥の方かな。でまず上の上まで、よいしょよいしょ、はい、こうねこう保護できるように通して、で次上行きます。ちょっとで上の方でここら辺でね、もう片方のもこう持ってきて、でこれぐらいかなという長さで切って、そうですね、最初軽く止めときましょうかね。
で今留める用の針金を下からね根っこから持ってきて上で一回手で縛ってでここをちょっとキュッと締めておきます。こういう時も引っ張って締める。でこれだけだと単に針金巻いただけなんで、これから枝を下げていくんですけども、下げていく道具としましてこちらこういうねてこの原理でこう下げるみたいな、こっちか、こうだなとか、これで枝スポット入れてこうクッとやると下がる。はい、こういう引っ掛けがついてるのともシンプルにこういうなんか F みたいな F でもないかこういう形のとかいろんなのがあるんで、あとはそうですね、なんか万力みたいなこうギュッと締めていくみたいなのもあります。この辺がこれぐらいの枝だったら全然使えるかなというあたりですね。はい、じゃあ実際使っていきます。これ一番手っ取り早いんでね、一回これ試してみましょうかね、いけるかどうか。この曲げたいとこにこの2本の鉄筋を差し込んでこうなん結構いける、結構いけますね。でもなんかとことんまではいかないのかな。でちょっと今やってみようかな。これでぐーっときて、ほんでこのさっき軽く締めてたのをちょっとずつ締めていくんですけど、急激に下げるとあれだな、締めにくいな。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。これも針金も邪魔になってくんで切りながら、よいしょよいしょよいしょ。もう今結構下がったと思うんですけど、よいしょよいしょ。こう下げて締めて下げて締めてと、結構来ちゃったな。だいぶ来ましたね。だいぶ来ちゃったんじゃないですか。よし、じゃあこっちの道具も行ってみます。これね、向こう側にこのなんか輪っかみたいなこのフックみたいなのがいて、ここがあれですね、下げるとこですね。でこうでこれも下げながら、よいしょ。だいぶどうだろう、もうあんまり木の形を見ずに今下げちゃってるんですけど、一回正面からどれぐらいがベストか今見てみます。これ今こっち正面なんですけど、これ角鉢なんで正面分かりやすいんですけど、本来ね針金かける時っていうのは順番に下からやっていくんで、この子がほんまは先にやらないといけないんですけど、これがとりあえずここまでグッと下がってたとしたら、後ろのね今器具がついてるあの枝、高さ的にはもういいのかなと。ただちょっと水平っぽいんで、もうちょっといってもいいのかなというとこですね。もうちょいだけ下げてみましょうか。この枯れ枝がちょっと邪魔なんですけど、取れちゃった、ちょっとまだね水平っていうのはこれですね、これがちょっと水平なんで、もうちょい斜め下に行ってもいいのかなっていう感じはありますね。ちょっとだけ下げてみます。もうちょっとだけ、よいしょ。もういいかな、もういいかな。もういいでしょう。これぐらいいけば、はい、よし。はい、最初に比べたらかなり下がったと思います。
結構斜め上に上がってたと思うんで、でこれでまあよしとしたら器具外して、でこの下のねこの円になってるような状態止めるような針金がまあスペースがあるというか、円のようになってるんですけど、これをねこういう道具使ってねこうぐりぐりとね、よしよし、一回回らないか、よいしょ。こうやってやるとさらに最後こうキュッと締まるというか微調整ができるというかね、はい、もうちょっといこうかな。まあ見た目にもこの方が綺麗ですよね、はい、こんな感じ。まあ今下げ方のね作業は一通りやったんですけど、まあ美しく下げるためにはこのね根元からこうスッとね下がってきた方がいいんですね。この枝では今見づらいんですけども、例えばねこう枝が僕の手を見てもらって上に上がってて、この先の方で下げたとするとこうなってねこう山なりのような感じ。これあんまり綺麗じゃないですね。これつる首って言うんですけど、鶴の首みたいでつる首って言うんですけど、こう曲がるんじゃなくてここからこう下げるんじゃなくて、この辺からこう下げてこう割とこう反るぐらい、まあそこまでなかなかできないですけど、こうよりかは、まだまっすぐこのまま下がったぐらいの方が盆栽としては綺麗に見えます。だからその下げる箇所はなるべく根元からしっかり下げる。先の方でここら辺でテコで下げたらこうなって、ここは下がらずここから先だけこうなってね、これはすごくかっこ悪いんで、これは気をつけておきましょう。はいはい、それ今ちょっとワンポイントアドバイスみたいな、今こんな感じでね下がります。最後これこうちょっと怪我しないように横の方にまたちょっとそうね、これ銅線金属なんでね手怪我していけないんで、こんな感じにしとけば完成と。意外と黒松は下がりやすいです。でこういう作業してじゃあいつ外せばいいんだという話なんですけども、枝の太さとかその下げ方にもよるんですが、だいたい2、3年、2年もすればだいたいいけるんじゃないかなと思います。はい、で外した時にバインとこう戻るとね、まだ早かったという、失敗という話になるんですけど、はい、それこそこの木ね前にねちょっとやったことあって試しにね、ここ同じやり方です。これねで止めてる先はここなんですけども、このかなり短いスパンでね、これが多分丸2年ぐらい経ってると思うんですよね。これちょっと効いてるかどうかやってみましょうかね。これねここ切れば分かります。ここ今切ればねこの高さからどれぐらい戻るか見とってください。これ今しかこんな見れないんで、一回切ったらもう戻せない。いかんかったらもう一回下げればいいんですけど、さあ切ったらどれぐらい戻るか。あんまり戻らない。やっぱ多分丸2年ぐらいだと思います。これラフィアもだいぶくすんできてね傷んできて、で今この引っ張ってた針金切ってもほぼちょっとだけ戻ったけどほぼ戻らなかったんで、やっぱ2年ぐらいで効くんだなっていう、このぐらいの枝の太さは今日下げたのとねあんま変わらないと思います。はい、なので皆さんもこういう枝下げたら2年ぐらいでそうですね針金外してもらったらいいんかなと思います。はい。はい、で今日はねもうごくごく一般的には割と難易度の低いタイプの太い枝を下げるという作業をやってみました。もっと太いになってきたらね
枝にね鉄筋を沿わしてね、その鉄筋をこうグッと引っ張ってその隙に鉄線で止めるとかね、そういう荒技になってくるんですけど、それは枝の太さだったりその場所によったりして様々、また今度ねその難しいのもやってみようかと思いますんで、よかったら気になる方はねチャンネル登録しといてくださいね。はい、じゃあまとめていきますと、こういう太い枝、針金だけ巻いただけでは下がらない枝は、こうやって下げていただいて、で外すのは場合によりますけど大体2年ぐらい経ったらもうその場で曲がった状態で形をもう保ってくれると、そういうふうに思っていただけたらなと思います。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷十一でした。チャンネル登録高評価、よければメールマガジンもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。